人知を超えた超能力、個性が軍事バランスを左右する世界を描いた僕のヒーローアカデミア。あなたが最強だと思う個性は何ですか？しつこく粘着するもぎもぎ。ということで今回は世界を滅ぼせる個性について解説していこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれるので、概要欄のジャンププラスアプリで読んでから見てね。この動画を見終わった時あなたはヒロアカって女性キャラ強すぎと思っていることでしょう。それでは行ってみよう。世界を滅ぼせる個性、一つ目はオールマイトのワン・フォー・オールです。ここはデクじゃなくてオールマイトなんだ。体に負担がかかり活動制限があるデクと違い、全盛期オールマイトは 100% スマッシュを連打できる化け物で、パンチ一発で天候を変えるほどの威力を持っています。力こそパワー。オールマイトの全盛期についてはヒロアカの前日譚ビジランテでその片鱗が触れられており、ミルコのピンチに東京の事務所から大阪まで数分で駆けつけたり、3日3晩不眠不休で戦ったりと、攻撃力、機動力、持久力全てが揃った完全チート個性で、ヒロアカ本編のラスボスである信楽戸村ですら自分の肉体の強度や攻撃力をオールマイト並みと語っており、ノウムの肉体に改造されていてもなおオールマイトを超えることはできていません。最終回が近づくたびにオールマイトの強さが思い知らされるよ。オール・フォー・ワンが率いていたヴィラン組織をたった一人で壊滅させ、ストック個性が充実した全盛期オール・フォー・ワンをパワーでねじ伏せるオールマイトの力をもってすれば世界を支配することはたやすいでしょう。やっぱり力こそパワー。世界を滅ぼす個性、2つ目はオール・フォー・ワンのオール・フォー・ワンです。名前と個性名がややこしい。オール・フォー・ワンの個性とは簡単に言うと個性を奪い与えることができる個性であり、個性単体の力は大したことありませんが、オール・フォー・ワンの人心掌握術と組み合わさることで超常黎明期から世界を支配するほどの権力を手に入れました。人の弱みにつけ込むのが得意な人。一人一個性が原則だった世界で複数個性を有するというアドバンテージは計り知れませんが、ワン・フォー・オールのような人知を超えた力ではないため、オールマイト一人に敗れてしまったものの、エリちゃんの個性巻き戻しによって若返った副作用で個性の潜在能力を限界まで引き出せるようになったオール・フォー・ワンは文字通り世界を滅ぼせる力を手に入れました。世界中のヴィランとつながっているみたいだから、実質世界の支配者みたいなもんだよね。世界を滅ぼせる個性、3つ目はスター&ストライプの個性ニューオーダーです。個性は身体能力の一部って設定どこ行った？この世界のありとあらゆるものにルールを付与できるこの能力は完全に個性の範疇を超えたチート個性の一つです。もうジョジョのスタンド能力なんよ。触れて名前を呼んだものなら生物無機物問わずルールを付与できるという難解で複雑なこの個性では、対象者の心臓を止めることはもちろん、レーザーを持てるようになったり大気を真空にしたりと自然すらも味方にできるようになり、大気を自分の1000倍で固めることで大気の巨人を作り出すことも可能です。個性は身体能力の延長って言うけどさ、この個性は想像力の延長ってことなのかな？ミサイルすら手づかみできるこの個性の前では近代兵器も通用せず、おそらく毒ガスなどの化学兵器も無効化されてしまうため、信楽以外でスターに対抗できるのは全盛期オールマイトか抹消の個性を持つイレイザーヘッドしか存在しないでしょう。イレイザーが抹消で消しても普通にパワーでねじ伏せられそう。世界を滅ぼせる個性、4つ目は信楽戸村の伝播する崩壊です。地面触られたら終わり。どんな材質でも誤視で触れれば瞬時に崩壊させられるこの個性は町一つ簡単に壊滅させる力を持っており、一度発動されれば止める方法はありません。リデストロは足が触れちゃったから切断して逃げてたね。作中で崩壊に巻き込まれ生還できたのは13号のみで、ブラックホールで瓦礫ごと崩壊を吸い込んだことで難を逃れることに成功しています。デクやリデストロはそもそも個性を発動させないように空中で戦ったり指を潰したりしてたけど、発動後に生き延びたのは13号だけなんだね。オールマイトやスターのように身体能力の強化はできないため、狙撃などの遠距離攻撃で対処することは可能ですが、居場所がわからない状態では対処が難しく、重要拠点を潰す能力としては最高峰の破壊力を持っています。
黒霧のワープゲートと組み合わさったらもう止められないよね。世界を滅ぼせる個性。5つ目は TWICE の個性2倍です。白赤ぶっちぎりのチート個性。この個性は触れた対象物のコピーを作ることができる能力で、物や道具だけでなく生物そのものもコピーすることが可能です。さらにこの個性の真骨頂は無尽蔵に増殖することが可能で、なおかつコピーした分身もオリジナルと同じ精度で個性が使えるという点です。人格も個性もオリジナルと変わらないっていうのがやばいよね。オール・フォー・ワンや信楽戸村など一人だけでも手に余るスーパーヴィランを無尽蔵に大量生産することも可能で、作中ではハイエンドの有無を無限増殖させることで最強の軍隊を作ろうと画策していました。オール・フォー・ワンとか信楽戸村だと自我が強すぎてコントロールできなさそうだけど、電波で操れるノウムなら安全な兵隊が作れそうだね。増殖すればするほど強度が下がるというデメリットもありますが、無限に兵隊を量産できるという点ではオール・フォー・ワン以上に世界を物理的に制圧できる可能性を持った個性です。TWICE が情に熱いいい人じゃなかったらヒーローたちに勝ち目はなかったよね。世界を滅ぼせる個性6つ目は黒霧のワープゲートです。普通に最強個性。座標さえ分かればどんな場所でもワープゲートを出現させ侵入することができるこの個性は射程距離も制限がなく、少なくとも東京大阪間の500キロほどは自由自在にゲートを出現させることが可能です。ぶっちゃけ防ぎようがない個性だよね。奇襲に弱いという弱点はあるものの、逆に奇襲する時には無類の強さを誇り、重要拠点や軍事施設などを壊滅させるのには適した個性と言えるでしょう。移動系個性の中でもワープゲートだけが飛び抜けてるよね。ちょっとだけワープゲートを開いて爆弾とか毒ガス置いてくればそれだけで圧勝できそう。ワープゲートに放り込めばどんな相手でも深海や宇宙空間に追放することが可能で、ゲート通過中に閉じれば物理法則を無視して切断することができるという、攻撃力に関してもピカイチなためフィジカル最強のギガントマキアですら秒殺できる恐ろしい個性なのは間違いありません。マーベル映画でもドクター・ストレンジがゲート開いてるけど、よく考えたらむちゃくちゃチート能力だよね。単体でも強力な個性ですが、TWICE と組んだ場合は一瞬で世界を制圧できるのではないでしょうか。旅行するのにも便利そう。世界を制圧できる個性7つ目は八百万桃の個性創造です。何でも作れる便利個性。自分の脂肪を利用してあらゆる物体を作り出せる創造の個性は作中最強個性の一つではあるものの、八百桃の性格の良さからサポート的なものしか作られていませんが、構造さえ分かれば何でも作れるという観点から見ると、重火器や毒物はもちろん核爆弾さえも作ることが可能になります。ヒロアカのゲームだと核爆弾並みの爆発を起こしていたね。体内にある脂肪を使うという制限があることから、あまりにも大きすぎるものは作れないという弱点はあるものの、生命以外ならありとあらゆるものを作り出せるこの個性をヴィランが悪用すればラスボスにでもなれる可能性を秘めています。確かに創造の個性って主人公かラスボスが持っていてもおかしくない個性だよね。もともとはプロヒーローが持つ予定だった創造の個性は、熟練のプロより未熟な学生が持っていた方が面白いという理由で八百桃というキャラクターが生まれた秘話があり、堀越先生も認める最強個性の一角だということは間違いありません。核爆弾作ってロボットに持たせたら好きなところを爆撃できそう。世界を滅ぼせる個性8つ目はうららかお茶子の個性ゼログラビティです。ふわふわメルヘン個性。お茶子という癒しキャラが使っているためか平和で可愛らしい個性に見えますが、その性能は凶悪そのもので、少しで触れたものの重さを無重力にすることができ、任意のタイミングで解除できる、ある意味信楽戸村の崩壊に通ずる一撃必殺個性です。戸賀卑弥呼がゼログラビティを使った時は何十人も一気に落下死させていたよね。3トンまでの重さを無重力にできるため、瓦礫を無重力にして投げつけることで瓦礫の雨を降らせることが可能で、もしヴィランが持っていたら大規模災害レベルの攻撃を起こせる驚異的な個性です。個性伸ばし訓練で無重力にできる重さが伸びたらもっと凶悪なことができそうだよね。機動力
攻撃力に至っては青天井に伸び続ける可能性があり、個性を覚醒させた際はどんな効果を発揮するのか想像もつかないほどの力を秘めているかもしれませんね。重量無制限になったらコロニー落としもお茶子だけで止められそう。世界を滅ぼせる個性。9つ目はマウントレディの巨大化です。大きいお姉さん。作中でも巨大化する個性は数多く確認されていますが、ギガントマキアを筆頭に巨大化する個性の持ち主は軒並み知能が低く、フィジカル特化が多い中、マウントレディだけが思考能力を落とさず巨大化しても冷静な判断ができるのはかなりの強みではないでしょうか。巨大化する人大体バカ。最終決戦ではあらゆるものの大きさを自在に操れる古代優位の個性サイズを活用することで武器を巨大化させ、武装することで全盛期オール・フォー・ワンの肉体を叩き潰すことに成功しています。巻き戻しの個性が発動してなければオール・フォー・ワン100回くらいは死んでるよね。マウントレディ単体では絶対的な脅威にはならずとも、重火器を巨大化させ武装すればあらゆる軍隊を一人で蹂躙することは可能だと思われます。オール・フォー・ワンにも立ち向かったミネタが心底恐怖するマウントレディ。もしヴィランだったら恐ろしいよ。最世界を滅ぼせる個性。最後はミスタースマイリーの個性スマイルです。ミスタースマイリー。ミスタースマイリーの笑顔を見るだけで無条件で2時間の間笑い転げてしまうという恐ろしい性能を持った個性で、エンデバー事務所の精鋭が対処に当たるも手も足も出ない結果になってしまいます。ミスタースマイリーが凶悪だったらエンデバーたち全員やられてたよね。さらに人間だけでなく機械にも効果があるようで、初音メイが作った自律型 AI ロボですら回路を破壊され行動不能になるという恐ろしい効力を持っています。機械にも効くのはヤバすぎる。直接スマイリーの顔を見る必要もなくホログラム越しでも効果があるため、ハッキングのプロであるラブラバと組めば世界中のスマホから個性を発動させ、全世界の人々を一斉に笑い転げさせ無力化させることも可能なのではないでしょうか。効果時間も2時間笑いっぱなしだから、それだけ相手を無力化できるし、完全にステインやマングースハブコの上位互換だよね。ワンピースの歌みたいに世界征服できそう。というわけで今回は世界を滅ぼせる可能性がある個性について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。この動画が1000いいねを超えたらチート個性ランキングの動画も作ろうと思うので、いいねとチャンネル登録よろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。フルスウルトラ。